テキラドデジョンです。今回はね、タウンホール16の研究優先順位を紹介したいと思います。タウンホール16上げてから、まずどれを上げていいか悩んでる方たくさんいるんじゃないでしょうかというところでね、僕もね、最初は結構悩んだところもあったんですが、今回は優先順位にして表にしてね、まとめてきたので、紹介していきたいと思います。まず、タウンホール15から16に上げた時に、上げれるユニットっていうのがこちらになってます。ババーチャ、ジャイアントとかバルーンとかね、いろいろいますね。で、呪文の方は4枠、で、ダクエルユニットは3枠。こういうような形になってます。それをすべて表にしたものがこちらになります。ドン。はい、というわけでね、S ランクから見ていきたいと思います。バルーン、ヒーラー、ライトニングの呪文、そしてルートライダーというところでね、左になるにつれて優先順位が高くなるようなイメージで作っておきました。まずはバルーン。これ、どの編成にも大体バルーンって入るじゃないですか。陸編成ですらバルーンって結構入りますよね。フイヒーでも入るし、ラバルをやる方からするともう当然上げなきゃいけないようなユニット。上げると非常に強くなります。もう理由がないですね。上げない理由がないむしろ。ドラゴン編成もそうだし、クイヒーラバル、天才ラバル、全部大事。クイヒーするならホーミングチェックにバルーンは絶対使うし、テスラとかにもね、バルーンを当てていく展開あるし、優先順位がめちゃめちゃ高いユニットとしてバルーンはかなりいいかなと思います。そしてヒーラーです。タウンホール16の防衛説がどんどん上がってるのにヒーラーだけ上がってなくて回復量が足りないよっていうことをまずは防ぎましょう。ヒーラーは上げるの必須です。むしろまだ防衛施設が上がってないところを攻めるときはシンプルにヒーラーだけがね上がってる状況で今までよりも簡単なクイヒーをすることができますね。ヒーラーっていうとねやっぱクイヒーのイメージも強いんですが、おでヒーをやるようなね戦術からしてもやっぱヒーラーのレベルっていうのは大事になってきます。バルーンとヒーラーはセットで、ヒーラー使わない人だったらまだ優先順位下げてもいいかなって感じはするんですが、ある程度陸編成もクイヒーもやるよって人は、どっちかだけでもやるよって人はね、ヒーラーはだいぶ上げといた方がいいユニットかなと思います。全くクイヒーやんないよとか、ヒーラー使わないよって人は下げてもいいかなと思います。ここはね、お好みで。続けてライトニングの呪文。呪文の中ではね、ダントツで優先順位が高いです。ライトニングの呪文がレベル上がることでね、壊せるようになる。発数がね、かなり減るんですよね。例えばクイーンとか、防衛のクイーンとかね、6発で倒すことができたりとか、天才ラバルをする上ではかなり必須ですね。投石機とかも61で撃てるようになったりとか、後で出てくるんですけど、ポイズンの呪文とかって、援軍でもらえばいいですよね。後で出てくるんですけど、ポイズンの呪文とかって援軍でもらえばいいんですよ。1枚しか、どういう編成でも1枚しか使わないでしょ、大体。でもライトニングの呪文って、最低大体6枚とか使うんですよ。安いオル目的だったらレベル上げる必要はないんですけど、普通の天才タイタン、天才ラバルとかをやろうとした時って6発必要なんですよね。これって呪文でもらいきれないので自分の呪文が上がってる必要があります。なので優先順位が一番高いです。ダントツで高いです。はい。ここまでが3強ユニットかなと思ってて、ルートライダーここなのもうちょい左でも良くないって思ってる方もいるかもしれませんが、ルートライダーってね、新しいユニットなんですよ。これだけでね、僕の言いたいことが伝わった方はね、相当汲み取り上手なんですが、ルートライダーを上げるためにはまずね、兵舎を上げなきゃいけない。無課金でやってる方だったりとか、そんなに早く上げる必要がない人って、ルートライダー地道に兵舎上げを待ってから上げてる人もいますよね。そうなると、いきなり上げることできないですよね。そこで兵舎が解放されたとて、ルートライダーは2段階必要なんですよ。なので、ここにつけてます。だけど、強いので S ランクに置いてます。シンプルなユニットの強さっていうわけではなく、ラボとして研究をする上で順位としてはこれぐらいになるかなっていう形です。エメラルドに余裕がある人は、レベル1からレベル2に上げる時のものを、本だったり、研究の本だったり、エメラルドを使って解放しつつ、レベル2から3に上げるところをハンマー使ってあげると一気にカンストレベルで使うことができます。僕もそういうやり方で上げました。ユニット洗脳としてはやっぱり文句ないですね。先行公開で動画上げた時から言ってますが、ステータスは高いし非常に強いユニットだと思います。もしかしたらね、弱体化が入ってしまう可能性もあるんですけど、現状は非常に強いかなと思います。続いてランク見ていきましょう。ドラゴン、ライドラ、ウォールブレーカー、ポイズン。ここですね。結構これはね、好みも分かれてくるところかなと思うんですが、ドラゴンとライドラに関しては、スーパードラゴンを使う方はドラゴンを優先してあげてくださいというようなイメージです。スーパードラゴン使わない場合はライドラの方が優先でいいです。ここはね、自分のドラゴンスタイルに合わせてください。通常ドラゴンを使うんだったらライドラを上げる方がいいかなってイメージです。スーパードラゴン使うなら僕はスーパードラゴンのおすすめします。で、ウォールブレーカーに関してはね、壁のレベルが上がるので、やはりウォールブレーカーのレベルもおのずと上がってくるものです。
まあ、A ランクになってるのは、防衛で出てくる村が全部壁をカンストした村がね、早い段階で出てくるとは思えないので、そんなに優先する必要はないけど、大事なので A ランク。そういう順位ですね。続けて、ポイズンの呪文。この呪文は、一つだけダク入りを使う呪文なんですよ。なので、ヒーローのレベル上げるのってダク入り使ったり、あと、スプリットフォックスのレベルも上げなきゃいけないじゃないですか。結構ダク入りって消耗が激しいんですよ。それを研究で使いたくなくないですか？僕は結構そういう風に考えちゃう人なんですけど、なので、呪文のハンマー筆頭候補のその2がね、こちらです。ポイズンの呪文です。ちなみになんですけど、僕は、ライトニングの呪文は呪文の本を使ってあげました。理由としては、呪文の中で安いからですね。こんな感じで、ライトニングの呪文が一番エリクサーのコストが低いんですよ。なので、ライトニングの呪文を自前のエリクサーを消費して、着工して、それを呪文の本で回収して、ライトニングの呪文を上げる。その後に、ポイズンの呪文をハンマーで殴って、新レベルに上げていくっていうやり方をしていくっていうのは結構おすすめの流れになります。使用頻度も高く、ドラゴン使わない人はライドラとドラゴンは無視しても大丈夫です。逆にドラゴン、ライドラかなり使う人は S ランク優先してもいいかなと思います。続けて B ランクです。ディガー、ドラゴンライダー、ネクロ、ヒールの呪文になります。まあ先に呪文語るんですけど、リターンの呪文で増えることはほとんどないのでヒールの方が圧倒的に大事な呪文ですね。さっきも言った通り、援軍でもらえるのもヒールは1枚のみ。クイヒーディガホグとかだとワンチャンヒールを2枚使う可能性とかもありますよね。まあワンチャンっていうか普通にヒール2枚型の方が多いですよね。なのでヒールの呪文を上げていくメリットはかなりあるかなと思います。で、ディガーとドラゴンライダー。ここは自分がどっちの戦術をよく使うか、ドラゴン系の戦術をやっていく人は当然ドラゴンライダーの方が優先度は高くなるかなという形ですが、まあ、ドラゴンライダー混ぜないドラゴンもね結構多いので、インドラドラゴンライダーぐらいかな。あとはドラドラとか。新レベルのドラドラとか結構ね、使ってる人もいるかもしれないので、ドラゴンライダーは結構ドラゴン使う人にとってはいいものかなと思います。で、クイヒーディガーホグ使う人はディガーを当然上げていくと。この辺の感じになってくると結構好みもね、大事になってきますね。で、ネクロに関してはサービス終了編成だったり、スーパーネクロの方もね、レベルが上がるので、まあある程度強くはなるかなというところですが、S ランク、A ランクと比べるとさすがに優先するほどのものではないので、B ランクとしました。続けて C ランク見ていきたいと思います。ペッカウィズ・ジャイゴレ・リターンの呪文ということで、まあ呪文から語ると、まあ最後の呪文なのでここにいるだけでそんなに優先する必要はないですね。多分、呪文のハンマーとかが余って、まあ適当にメダルとかも余って使い道もないので、とりあえずあげるかとなるのがこのリターンの呪文になるかなというところで。で、ペッカウィズに関しては10日兵士の中身にもなってくるので、まあこの辺はそういった理由もありますよっていうところと、ペッカがね、結構スペータスの上昇がね、でかいんですよね。こんな感じで、HP がね、500上がるんですよね。HP500 上昇はだいぶ強いっすね。強いんだけど、ペッカを現状使うような戦術とかそんなにないから、まあサイドカットで1体使うかなとか、たまに使う人とかもいるよね。まあそれでも率先してあげていくようなユニットではないので、C ランクにしました。で、ゴーレムに関しては結構面白くて、ゴレマイトがね、1体増えるんですよね。ちっちゃいゴーレムが4体になります。こちらですね。ヒットポイントが400上がるし、出現するユニット数のところが3プラス1で4体。これね、今割れるんですけど、ゴーレムがね、4体分に分裂します。ドカンと4ゴレですね。まあ、これによって、レベル12よりは圧倒的に耐久力は上がってます。上がってるんですけど、防衛施設が上がるのってそんなに早くないですよねって話なんですよ。ジャイアントもゴーレムもそうなんですけど、タウンホール16に上げたばっかりなので、まだまだタウンホール15のままのゴーレムで耐久全然足りちゃいますよね。それよりは火力を出すユニットを率先して上げておくべきだと思いませんかという話です。当然ね、クイーンとかを守っていくユニットの候補の一つではあるんですけど、結構選択肢としてもジャイアントにするのか、ゴーレムにするのか、アイスゴーレムにするのか、はたまたルートライダーにするのかとか選択肢が結構生まれてしまうので、大体縦にするならゴーレム、絶対ジャイアントだっていうことがないんですよ。なので、結構使わないことも多くなっちゃうよねっていうところで優先する必要はない C ランクです。さあ最後見ていきましょう。D ランク、ババーチャ・バルキリーということでね、結構今まではね、バーバリアンだったりをレベル上げる意味はあったんですよ。まあ理由はバーバリアンキングのフィストですね。フィストでバーバリアンが生まれてくるんですけど、そこのバーバリアンのレベルが研究状態に引っ張られるということで、バーバリアンのレベルを上げておくと、フィストで出る小ババのレベルも高いレベルで召喚されるというものだったので、今まではバーバリアンのレベルをある程度上げておくことは結構重要ではあったんですが、今後はヒーローギアの結果、
バーバリアン召喚するバーバリアンキングのスキルって結構使われなさそうになっていくと思うので、優先する必要はほとんどないですね。あえて言うならば、スーパーバーバリアンの方が気がかりです。スーパーバーバリアン編成をするんだったら、バーバリアンのランクはぐっと上がります。でもそれって、プロ選手ぐらいなんですよね、多分。率先してすぐ欲しいってなる人。パワーポーションでも事足りちゃうし、序盤って別にスーパーバーバリアンに頼らなくても強いユニットたくさんいるんですよ。新レベル出てるし、新しいヒーローギア出てるしっていうことで、早い段階でスーパーバーバリアン欲しいよってはならない。ここもだから自分の好みでペッカとかウィザードより優先してあげるっていうのも全然ありかなと思います。で、アーチャーですね。アーチャーも同じような理由で、クイーンから出てくるアーチャーのレベルは、ラボにね、準拠するというものだったんですが、こちらの方も、自前で持ってくアーチャーってどんなに多くても、5、6体とかで、持ってったアーチャーってなんか外周部の施設のカットだったりとか、迫撃砲からね、シューターを守るためにババアーチャー持ってってターゲット取るみたいな使い方とか、で、レベル上がってる理由がないんですよね。レベル上げる理由がない。ラバハウンドから出てきたパピーだって、アーチャーは2発かかっちゃうんですよ。レイジに乗ると1発で落とせるんですけど、レベル上がったところで変わらないっていうところで、アーチャーを上げるメリットはほとんどなくなってしまったかなというところです。そして、万年ビリのバルキリーさん。上げる理由はわからないっすね。高いしな。ダクエリ34万使うのこれで。色を上げてください。ビリットフォックス上げてください。最果てです。ダクエリの最果ての地です。最後に余ったダクエリを使ってください。もし万が一バルキリーを使った新戦術だったりが爆流行りして評価が変わったらまたその時は動画にしますので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。僕が作った研究優先順位はこんな感じになりました。シンプルにユニットの強さだけで作ったものじゃないよっていうのをまずご容赦いただきたいのと、僕個人の意見なので、また人によって全然変わると思うんですよね、こういうのって。一般的にこの方がいいよぐらいの、8割ぐらいのオールラウンダーに対して喋った感覚です。ドラゴンしか使いませんって人は当然ドラゴンから上がるし、ドラゴン使いませんって人はペッカーとかね、ウィザードとかの方が全然上がってくる人もいるだろうし、一般的に上げるならこういう上げ順がいいよというものになります。皆さんの意見とかも聞かせていただけると幸いです。今回はね、タウンホール16のね、優先順位作ってったんですけど、過去にね、他のタウンホール帯のものも上げてます。全てじゃないんですけど、概要欄の方にね、再生リストリンク貼っておきますので、気になる方はちょっとチェックしてみてください。基本的にはね、過去の動画でも変わらない順位になってると思います。ババキンのギアが出たことによってバーバリアンの順位が下がるかなぐらいだと思ってください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジェンドなのでしょう。